東京柳橋。今日は140年の歴史があるお店に来ました。日本の保存食佃煮。はい、おはようございます。店主の秋元さんです。いいカメラじゃん。今日は昆布の仕込みから一日が始まります。で、これは日高昆布ですね。で、これを500g。はい、結構軽い。乾燥してるから。でも戻すと、約3キロぐらい。そんなに6倍ぐらい。昆布は保存食なので水で戻さなければ何年でも持つそうです。ざるで押さえる。こんな感じです。これで約1時間つけると包丁で切れるくらいの柔らかさになるから。で、まあその季節によって戻る時間とか状態によってこう調節しないと、自然相手だからそれにこっちが合わせるしかない。今日はちゃんと納得のいく柔らかさになるからやってみないとわかんない。はい。白黒の家族写真を見せてくれました。でこれは向こうのその親父の弟の娘。今向こうで船宿やってる。小松川で貸船業をやってて、で船を一艘持ってこの柳橋に来たのね。それで小松川から来たんで、名前は秋元だけど小松屋っていう屋号で船宿を起こしたのはうちのおじいちゃんからね。これは後で使う。で、これを上で切ります。佃煮の味を残すために秋元さんは最近メモを取り始めました。気温は22度ぐらいあるね、今日ね。見つけたのは10時50分。これが1回目の切る前の漬け込みの時間ね。でこれから切ってからまたもう一回漬けるのはここに書く。だから私が突然倒れていなくなっても、なんとか榎本さんとかうちの娘が見れば多少は分かる。これは娘が書けって言って書いたんだけどそう。これでざる込みで3キロ、ざるが800あるからまだ 2.2 キロ、500グラムが 2.2 キロ、まだ4倍にしかなってない。4ぐらいになるまでもう一回切ってからつける。そうしないとそのぐらいにしないと柔らかくなるっていうのはやっていくうちに分かってくるんだよね。切るときはどんなことを考えていますか？まあ均一に。で今日の昆布は厚いからちょっといつもよりも細めに切ってる。これであと1時間ぐらいつける。飲んでみる？一番だし、生だしの昆布。はい。ありがとうございます。わあ、すごく美味しいですね。体に染みます。夏場なんか疲れてる時はこれをもくもく飲むと適度な塩分と多分体にはいいだろうな。でこれは
コーマンの無添加の醤油。それを1本入れちゃいます。でここにみりんをカップ半分 100cc。これだけ。あと何も。だって昆布の出汁がこんだけ出てんだからさ、入れる必要ないじゃん。いつもお昼はどうされてるんですか？お昼はね、食べる時と食べない時ある。うん、忙しいと。忙しいと食べてる暇がないから抜いちゃったりとかね。であとは立ち食いそばに行ったりとか、あとなんかうちの奥さんがお弁当持ってくればそれをちょっとつまむぐらい、朝結構食べるからたっぷり。あ、そうなんですか。今日は何食べられてるんですか？今日は鮭と白菜のおしんことたらこと味噌汁とそんなもんかな。いいです。でご飯2杯食べたから結構たらこと鮭があるとね進むんだよ。であと生卵をかけて食べる時もある。卵かけご飯ね。だからあんまりお昼お腹空かない。で昨日も抜いたね。昨日食べるの忘れたね。最初働き始めたのはいつだったんですか？まあもう子供の頃からここにいたから、まあ親父がね作ってるのを見てるし、ただ実際作るようになったのは大学卒業してそれでよそにちょっと2年大阪の方にの昆布屋さんに修行に行ってで帰ってきてからまあ一緒にその時職人さんがいたからうちの親父とまあ3人でやりくりしながらちょっとずつ覚えたっていう感じだね。納得だっていう味が出るまでどれぐらいかかるとかあるんですか？いや納得の味っていうのはまだないね。今日よりも明日だから毎回新しい挑戦だよね。だから親父が煮たのよりも俺の方がうまく煮るぞって思ってやってるけどね。浅草とは違う雰囲気ですよね。そうね、まあ住んでる人も多いし、観光客が来る街では昔からなかったから。ああ、そうなんですね。じゃあ4つ。じゃあ5個だ、5個。全部もらう。でも小松屋さんのすぐそばにある亀清楼っていうところは伊藤博文さんがほぼほぼ毎日いらっしゃってたんですよ。ご存知と？それ何のお店ですか？料亭街だったので柳橋自体が料亭街で、西は京都の祇園、東は江戸の柳橋って言われるくらい要人しか来ない町だったんですよ。さあ食べよう。いただきます。いただきます。うわ、たらこ。絶妙だね。しょっぱすぎず甘すぎず。あ、でもだいぶ柔らかくなった。はい、じゃあ入れます。
これで沸騰してきたら蓋をします。それで1時間で、これは二重コンロって言って、外と中と火の加減が調節できる。中側強く外側弱くとか、そのバランスうまくその鍋の対流によって微調整ができる。お店の5代目の方はいらっしゃるのでしょうか。5代目はまあ娘が、もう娘しかいないからね。だからやりたければやればいいし、自分が今やっててね、お父さん楽しそうにやってるなって言って、まあ手伝いたいって言って今一緒にやってるわけだから、でその後どうするかは自分が何かやりたいものがあればやればいいし、でこの小松屋の形で何かやりたいことがあればそれを自分が、あと継いでやればいいし、やっぱり自分でやりたいって思わないとさね、やっててもさ続かないじゃない。もう6年前ぐらいにうちに来てるんだけど、一回外の別の会社に大学出てから勤めたんだよね。で2年目になった時に手伝えるのかなって思ったって言ってお店に入りたいっていうふうに言ってきたから、今いるところが嫌で辞めるんじゃなければいいんじゃないのみたいなので、娘から言ってきたから一緒に今やってるんだけどね。もうこれでなってきたね。ほらこんな感じ。ちょっとなんか柔らかく、それでまだまだこれじゃん。でこんな状態で1時間。ああ、本当だ。昔俺が35歳の時に、こうやってそしたらこの杭が腐ってて「わー」って言ってこれごと俺が落ちたの川に。それ35年間にここで遊んでて初めて落ちた。それ1回きりね落ちたのね。それ以降落ちてないよ。今日は落ちたくない。今日は落ちないでください。大変だったことはありますか。いやなんかね大変なことが来ると容姿きたと思うんだよね。大変というのは大きく変化することだからすごくいいことだと思うんだよね。最近あったのはコロナでね。でも落ち込まなかったんで全然チャンスだと思った。これは俺の代で乗り越えるなんか残せるいいチャンスが来たなって思っちゃったんだよね。じゃあ何やろう。でもできることは何でもやろうと。でインターネットもそうだし、キャッシュレス決済も今まではあんまりやんなくてもいいやなんて思ってたけど、やるいいきっかけが強制的に与えられたわけじゃん。でそれを積極的に取りに行けばいいじゃん、プラスになるじゃん。もう考え方一つで解釈一つで、物事って変わるな、って思ってるから、別に何があっても、アクシデントがあればこれなんか意味があるんだな、変えるチャンスかもしれないとか、ちょうどいい感じで。完璧です。更新。